今回の動画では NewXMG30 の Gen2 にファームアップデートしていきます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。はい、それでは MG30 の Gen2 ファームウェアが出たようなので、ちょっとそれを入れていこうかなと思ってます。で、リードモアがあって、これを見ると、ナムローダーですね。ナムローダーが入りました。新しいエフェクトが1、2、3、4、5、5個あります。6個かと。あとは、グローバルセッティングのところに、パッチローリングクロックワイズとかカウンタークロックワイズとかそういうのが出ました。あと、イコライザーですね。イコライザーがデシベル表記になったのかな。うん。そうそう、これ前までデシベル表示が出なくてね、よくわかんなかった。あと、アウトプットモードもデシベル表記が出るようになりました。あと、タップのグローバル設定みたいなところ、グローバルで引き継ぐのか、プリセットのところに入るのかみたいなところが、つきました。あと、セーブはプリセットとシーンがあったり、シーンのコピーなんかも、本体でできるってことかなのあたりが新しく増えているようですと。なので、もう早速これ焼いちゃおうと思うので、これをファームをダウンロードするんですけど、これ注意はクイックトーンも新しくしなくちゃいけないですね。なので一旦まずは、ファームウェアと、あとクイックトーンを新しくして、新しくダウンロードをしておきますと。いったかなこれちゃんとダウンロード。あ、いってるね。うん。で、その間にちょっと一応ですね、今のバックアップを取っておこうかなと思います。セレクトオールでバックアップ取りましょう。よいしょ。はい、バックアップを取ったので、もうこれで心置きなく新しいファームにしちゃえるかなと思います。ということで、クイックトーンは閉じて、そしたらあとはファームウェアの方の更新をしていきますということで、これですね、NewX アップデータいってみましょう。ででん。はい、デバイスアップデータ来ました。ノーデバイスファウンドだって。なんでよ。Google で聞く。パソコンと USB-C で接続し、ダウンとアップのフットスイッチを両方押しながら電源を入れる。はーい。ということで、行ってみます。ポチッ。あ、デバイスファームウェアアップデートってなりましたね。じゃあ、これで、DFU モードなりましたので、Gen2 のとこでも映しときながら、アップデート、スタートします。さあ、終わりましたね。コンプリート出ました。ということで、これはデバイスを再起動すればいいのかな。デバイス successfully updated you can close this software ということで、こいつを閉じます。で、運命の電源再投入。Gen2 いきます。V6.0 出ました。出ました、出ました。アップデーティング、今まだちょっとアップデートしてるみたいですね。Gen2 アップデートしております。これ何分くらいかかるんだろう。
まあいっか。その間に新しい方のクイックトーンでも、パッチが昔のものに戻ってるっていうか、あれか、ファクトリーリセットされてるのかな。レクトビーストとかってなってるということで、新しいクイックトーン入れてみました。はい、こんな感じ。ちょっと音も出してみますかね。出ました。もうね、早速試したいのはこれですよ。アンプあった。ユーザーアンプ。さあ、ユーザーアンプをロードするにはどっからロードするんだこれ。これだ。ちょっと見た今。これ。この、何にも出ないこのアイコン。これでインポートだ。あった。で、ここで、例えばね、さっき落としてきた、こっちフルリグでしょ。これポーティング時間かかんのは変換してんのかな。なんとなくそんな気もしないでもない。割とかかる。ちなみに今入れようとしてるナムのサイズは250キロぐらい。277キロか。頑張れ。入った。じゃあもう一個入れとこう。次はヘッドのみのやつ入れるか。ヘッドのみ。ちなみにこっちのアンプの画面ってどうなってんだ。おお、こんな感じなんだ。はい、入りましたので、ちょっと音を出す前に、ね、この辺一応バイパスして、リバーブぐらいルームぐらい入れとくか。で、フルリグなので IR いらないね。じゃあこれで音を出してみましょう。早いな。いいね。早い気がする。反応が。じゃあ続いてどこでモデル変えんだこれ。こうだ。これ選んで、あえて IR を入れないとこんな感じね。そうで IR を入れちゃいましょう。せっかくなんでチョップトンのやつ。
いい気がする。で、ゲート切っといて、よし、実測いくよ。はい、それでは波形の方を読み取っていこうと思います。上が MG30 への入力、下が MG30 の出力になってます。で、今だとこれはサンプル数で見てますね。サンプル数78サンプル。これだと78サンプルということで、48キロサンプリング換算で言うと、1.6 ミリセックの遅延だと。1.6 ミリってこれ結構な爆速ですね。はい。じゃあ他のところの波形でも一応ばらつきを見ていきましょうということで、こっちで見てみると、ここは80サンプル。80サンプルということで、こちらも計算してみると1.7ミリセックと、全然2ミリ以下ということなんで、やっぱり弾いてみて早いなって思ったのは、こういうところで数字でも現れてきますと。やっぱり NewX のこの MG30 ってもともとデュアル DSP、DSP2 個積んでるんで演算能力高いです、レイテンシー少ないですって言われてたんですけど、こうやって実際に、NAM と IR 両方使った時でもこんだけ速いよっていうことが確認できました。はい、ということで、MG30 の Gen2 ですね、第2世代っていうのかな、V6 のファームを焼いて、新しい NAM ローダーを試してみました。で、何が嬉しいかっていうと、NAM ローダーと IR それぞれ使えるので、フルリグの NAM だったらそのまんまカンパケの音が出てきますし、ヘッドのキャプチャーを使う場合は IR と組み合わせればいい。IR は MG30 に内蔵のものもあれば、あと外部から入れることもできるので、もうこれで音作りはもうほぼほぼ無限に広がるんじゃないかななんて思えるような、そんな素敵なアップデートでした。しかもレイテンシーが2ミリ以下っていう超爆速ということなんで、 MG30 これからも遊びがいのあるそんな素敵なマルチエフェクターだと思います。はい、それでは今回の動画は以上となります。また次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。